もうこれ中から落としていくしかない。中から落としていくのと、こういう未熟なやつ、まあ中にあるからそうなんだけど、この未熟なやつを落として、滴流は超面白い。面白いんだけど、時間が湯水のごとくなくなっていくので、はい、それでは今日はこれでーす。滴流、本格的に滴流始めてます。これも、ほら。もう、これ黒糖病か？これ黒糖病じゃないな。ハエが止まった汚れだな。こんな感じで、これはボンボン型なんで、まあちょっと形違うんですけど、こんな感じでちょっと滴流始めてます。中に入ってるやつを基本的に落としていって、こんな感じ。こうなればできるかな。これでも、ここがちょっと、これでも出てくるのかな？出てくるか。来るな。こう。で、これとかだと、もう滴流やってあるんだけど、多分こういうやつが、これは外に出てくるかな。出てくるかもしれないな。もうちょっと様子見んべ。で、なのでやっていきます。まあ、育ちがちょっと悪いところ、これなんかほら、枝がちっちゃいからさ、多分育ちが悪いんだと思うんですけど、出荷とか考えるんだったら多分、こういうやつはもう落としてっちゃいますね、プロは。でももったいないから、僕、様子見ながらこれもまた、取っときます。ちょっともう一度、小さくしよう。小さくすりゃ、もったいながっててもしょうがねえから、ちっちゃくする。ちっちゃくすれば他のやつが膨らむかもしれない。ちょっと大きめの房で今年いってます。そしてこっちはもう、ある程度全部終わってきた。そしてこっちの、ここのやつは房小さめでいってます。去年伸びた、これ、新梢。去年伸びたやつで、今年初めて実がつくやつなんで、ちょっと小さめでいってるけど、こうやって見るとちょっと大きいよね。でもいいか。これがこんだけしっかりしてるから、こんな感じで滴流終わってる。で、なので、ちょっと滴流やっていきますね。そうか、これも紹介しよう。ほら、無滴流。無滴流のやつで、やばい。多分こういうやつって味乗らないんだと思う。これは、こっち自体はほぼ落としてなくて、滴流だけとりあえずしました。中に入り込んでるやつだけ。で、これは滴流してある。で、これ滴流を全くしてない。これも将来的にちょっとずついじっていきながら考えていきますが、とりあえずしばらくこのままいきます。これは滴流する。ここいらだけちょっと大きい房で作ってる。他は、ちょっと、もうちょっと、しっかりと。で、このやつ、ここいらが滴流してないんで、ちょっと滴流していきますね。こうしましょう。はい。じゃあ、滴流していく。こうね、中に入ってる、例えばこういう中に入ってるやつを落としていくんだ。で、これ、ハサミ。また買っちゃった。このハサミは、また、あれの欄に載っけときます。概要欄に。もしよかったら買ってみてください。これはね、こう、反ってる。ちょっと反ってる。で、これはまっすぐ。で、なんでこれ買ったかっていうと、こう持って、こう垂直に入るようにしたいなと思って、で、こう、中に入るやつを、下から僕は落としていくのが好きで、こう中のやつを、すげえな、どうしよう。もうここまで密集しちゃって、もっと早くやればいいんだけど、こう中のやつを落としていけば、とりあえず。この中に入ってるやつはもう間違いなく落とすやつだから、これを一回きれいにしちゃって、この中に入ってるやつをこれもう考えなしに落としていっちゃう。で、これもこれも中。で、上のここの部分はこうなっていくといいんで、ここいらは取っとく。
で、こういって、こう行くと、ここか。ここ中だから、この中のやつを。で、これも中だな。あ、ここいらが結構空いちゃったけど、ここいらが空いてきたけど、多分密集していくと思う。で、これは中。これも落とす。で、こう見ると、ここいらがちょっと密集してるから、このやつは、これ上がくるでしょ。で、ここいら、下の方はね、ちょっと通り目で、もしギュッてなってきたら、1個2個また落とすから、これはもう、これでとりあえずいいかな。今の状態だとこれでいいです。ちょっと変なやつ、やってみっか。これやってみっか。これすげえぞ、これ。ちょっと大変だぞ。もうこれ、中から落としていくしかない。中から落としていくのと、こういう未熟なやつ、まあ、中にあるからそうなんだけど、この未熟なやつを落として、これも未熟だから落としちゃう。で、ほら、下の方にも未熟なやつがいっぱいある。こういうやつ早めに落としてあげれば、かなりいいやつになる。これ、こう出てくるかな。これは出てくるか。あ、割れた。これも取っちゃう。やっぱり手遅れになってくるとやるのが難しくなっていくもんだ。早めにパラパラっとやってやればどんどんいけるんだろうけど。困っちゃう。落とす。これね、単調なこういうやつを動画をあれしとくと、最近YouTube スタジオにAI がついて、ここの部分は単調なんで削った方がいいですって言われるんですけど、せっかくなんで僕はちゃんとに取りっぱなしでやるようにしてます。こう悩みながらどっかの農業の人がやってるっていうのもいいと思って。この中だな。だいぶスカッときた。これも取っちゃう。上向いたり下向いたり。あ、これなんか分かりやすいか。これほら上向いてるでしょ。この上向いてるやつはいらない。こことここが大きくなってこういう風になってくるから。これもだいぶね、最初の頃はね、おっかなびっくり取ってた。もう2年前とかだけど、今になったら、なんかもうパチパチ落としてっても、だいたい同じようなつうか、形にはなってくれるんじゃないかな、みたいな感じで。これも落としちゃう。もうちょっとだな。これもだな。感じ。とりあえずこんな感じで。これで、また大きくなってギュってなって中に入りそうな玉ができてきたら、なんつうのかな。もう一回やり直す。もう一回適量仕上げやる。これいくか。これなんかもう真ん中の方に入り込んでるやつをどんどん落としていくと、だんだん外が見えてくるようになるんで、これなんかもう絶対潰れちゃうから、これもだ。これも中だ。これもだ。この角度いいっすわ。この角度。本当にやりやすい。やっぱり去年までは別にそんなやりやすさとか道具で考えなかったんですけど、数が多くなってきたら、やっぱりちょっとやりやすいもんでやりてえなーって思って、ここまで下に行っちゃってっから、これも落としちゃう。これね、ちょっとね、垂軸みたいな、ここの軸が長くて、すごく計算になりづらくてわからない。から、
なんか今年そういうのが多い、うちは。で、ほら、ここいらがすげえ密集していくから、間を落としていく。これはここに収まってくれればいいから。こんな感じかな。これはさ、うち、これ百数十だけでさ、こんなにさ、あれなんだけど、これで、とりあえずこれで様子見ます。こんな感じで、一つ一つ全部やっていく。本当のプロがやったらさ、これ前撮ったやつだけど、これ中に入ってるこの未熟なやつ、こうやって、ちょこちょこ見ながら気づいたやつを全部終わったら最後落としていくみたいな。ほら、これも未熟だ。未熟なブドウだけど、これ確かにほら、あれが小さい。親が小さい。親って、梢が小さいから。まあでも壮観だね。だいぶ去年よりブドウ園らしくなってきた。こっちからこうやって見たらさ、こっちから見たらやっぱり中に入り込んでるやつあるじゃん。一回で決まらないからね。で、しかもこれもやっぱりここの軸が長いから、これが垂れ下がってってどうなるか。これも中に入っちゃうね。こんな感じ。で、これ、ほら。で、今貯めてある。今年は、今日はヤギ、大ごちそうだよ。ほら。見て。見て。これは今日食べさせてあげてください。少しずつ。結構面白いの。本当に面白い。適流は超面白い。面白いんだけど、時間が湯水のごとくなくなっていくので、本当に、ぶどうだけをやっていきたい時期なんですが、時間は、決まってるので、これを終わったら次は、仕上げの、適流後の、殺菌剤、オンリーワンか何かを一回、きっちりやってから袋掛けします。でもまだちょっと袋掛けはできない。もうちょっと大きくなるのを見守って、中に入るやつ。こう中に入っちゃうようなやつ。これ出るかな？まあ、出るかもしんねえな。こう中に入っちゃうやつを、さらに仕上げ適流してあげて、そっから、まだこうだからね。これもやっていきます。これ今やったやつか。どうなんだ？ちょっと粒は多いね。多いんだけど、自分で出荷とかするわけじゃないので、ちょっと欲張って作ってる、今年は。まあ、ああいう小さい、勢いがないやつは小さくまとめてって、これだともうだって60、70粒あるよね。もうちょっと小さくてもいいかもね。どうしようかな。でもいいや。このままいく。こんな感じでいってます。やっと適流が終わりそうなんで、そしたらまた、殺菌剤打って、で、あとはこの枝のこういう脇芽がどんどん出てきてるんで、こういうのがどんどん出てきてるから、これも出てきてるから、これを整理、適流終わったら、あそこいらもほら、わさわさ出てる。あれを整理して、っていう作業ですね。皆さんぶどうもそろそろあれでしょう。適流終わりましたか？あれだったらコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。勉強になるし。あとは、毎週土曜日の農園通信でコメント返しをしているんで、コメントいただけると嬉しいです。適流頑張ってやっていきましょう。これを僕のところ数十坪なんだけど、本職はこれを何ターンも繰り返すらしいので、やるらしいので、感服の、極みでございます。もしよかったらグッドボタンをください。チャンネル登録を入れていただけるともっと嬉しいです。ありがとうございました。